18世紀半ばのヨーロッパ、神聖ローマ帝国の小方メクレンブルクシュトレーリッツから一人の若き女性が海を越えて大英帝国の王妃となりました。シャーロット王妃。ジョージ3世の王妃として57年間その地位にあり、子を15人も受け、激動の時代においてイギリス王室の母として振る舞い続けたこの人物は、単なる儀礼的な王妃にとどまらず、宮廷文化、王権の正当性、そして人種的アイデンティティに関する多様な議論の対象となってきました。シャーロットの存在は、イギリス王室における王妃の役割とは何かを問い直す契機を提供します。彼女は政治に直接関与しなかったにもかかわらず、なぜ今日まで強い注目を集めるのか。時代背景、外交関係、民衆の眼差し、そして現代の再解釈を交えながら、その生涯を通じて王妃の歴史的意味を立体的に見つめていきましょう。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、ドイツ皇女時代、王妃の原型はどこで形成されたのか。1744年5月19日、シャーロットは神聖ローマ帝国内の小方、メクレンブルクシュトレーリッツ公国に生を受けた。父カール・ルートヴィヒは同国の統治者であり、母エリザベート・アルベルティーネはザクセンヒルトブルクハウゼン家の出身であったが、いずれの家紋も欧州列強の権力争いとは距離のある存在だった。幼い頃より彼女は、宮廷礼儀、宗教教育、語学、音楽といった王族としての基本素養を身につけながら、高官未老でつつましく育てられる。家政と節度が強調された教育方針は、後年の王妃像に深く影響を及ぼしたとされる。当時、18世紀半ばのヨーロッパは7年戦争を控えた同様の渦中にあり、各国は王室婚姻を通じた外交的夫人の再編を模索していた。そうした中で、プロテスタントの信仰を堅持しつつ、特定勢力との中帯が薄い商法の姫君が、イギリス王室から中立的かつ無難な非候補として注目されることは、制度的にも理にかなっていた。ハノーバー朝をいただくイギリスでは、国王ジョージ3世の結婚相手として、カトリック勢力との紛争を避けつつ、王室の品位と安定を保てる相手が必要とされた。こうした中、1761年、わずか17歳のシャーロットに白羽の矢が立つ。イギリスの中派のオファー施設が彼女の家柄と人柄を評価し、ロンドン宮廷に推薦した記録が残されている。その選定過程においては、個人の情愛よりもむしろ国際秩序と王権親授の理念が重視されていた。関係者の証言によれば、ジョージ3世はまだ23歳の若き国王であり、実母オーガスタの影響の下で政治的に無害で従順な王妃を求めていたとされる。シャーロットの素朴さ、信仰心、育ちの良さがそこに合致したのである。外交的には、この婚姻はドイツ語圏出身のプロテスタント王妃を迎えるというハノーバー朝の慣例の踏襲を意味していた。王妃の出自が宗教的文化的同一性を担保するという意味では、シャーロットはその制度的要請にピタリと収まる存在だった。一方、フランスやスペインなどカトリック諸国からは、イギリスが再びドイツ勢力との連携を深める意図があるのではないかと警戒されてもいた。一方、イギリス国内の民衆の間では、この時点で王妃候補の名前はほとんど知られていなかった。婚約発表後も、彼女の肖像や風貌に関する情報は限られており、期待と不安が入り混じった反応があったと記録されている。とりわけロンドンの商人層や中産市民の間では、王妃が浪費家ではないか、政治的干渉を行うのではないかといった懸念が一定数存在したという。王妃選定という制度面では、当時のイギリス王室には王拝法以前ではあるものの、国王の婚姻は議会や枢密院の承認を要する政治的行為であり、単なる私的契約ではなかった。そのため、王妃候補がどれほど政治的無職であるかは重要な要素であり、シャーロットのような商法の出自は、制度上も外交的にも利点とされた。その後、現代の歴史学では、彼女の人種的背景や要望に関する議論も注目を集めている。近年、シャーロットがアフリカ系の血を引いていた可能性があるという説が浮上し、特にポルトガル王家のムーア系祖先を指摘する研究がある。
これが真実であれば、彼女は黒人王妃であったとも解釈されうるが、この説には肯定否定両論が存在し、専門家の間で一致した見解は未だ形成されていない。ただし、この論争自体が王権と人種という近代的テーマに接続される形で再評価されつつある。このようにしてシャーロットは17歳にして個人の意思よりも制度と外交の力学の中で選ばれた王妃候補となった。歴史的には商法の姫君であった彼女がやがて世界最大の帝国の王妃として歩み始めることになる。だがその歩みはまだ始まったばかりであり、ロンドンへの旅と王室婚の舞台が彼女を待っていた。第2章、王妃就任と即位後の適応。政治的に無害な日は何を体現したか。1761年9月8日、シャーロットは到着したばかりのイギリスで国王ジョージ3世と結婚式を挙げる。式はセント・ジェームズ宮殿で執り行われ、到着からたった6時間後に国王と対面し結婚に臨んだとされる。17歳の彼女にとってそれは異国の地で始まる即位の儀礼であり、また個人としての生活と国家的役割が不可分となる人生の門出でもあった。王妃就任の背後にはジョージ3世の即位直後の英国王室の緊張感が横たわっていた。祖父ジョージ2世時代の宮廷派閥と若き国王の信頼する側近たちとの対立が激化しつつあり、政治的中立性を持つ王妃の存在が宮廷内の均衡に重要な意味を持っていた。記録によればジョージ3世は即位直後から政治に干渉しない純粋な家庭的妃を望んでおり、それに応じるようにシャーロットは極めて従順で控えめな態度を保ち続けた。制度的には王妃は国王の配偶者として儀礼、慈善、王族育成の分野において大きな権限と責務を担っていた。ただしイギリスの立憲体制下では王妃が議会政治や行政に介入することは歓迎されなかった。シャーロットはその枠内で音楽と芸術の保護者としての役割を強め、ハイドンやモーツァルトなどとの文化的交流を通じて王妃の立場を文化的威信の体現者として位置づけていく。外交面ではシャーロットの即位は欧州列強に一定の安心感を与えた。彼女がメクレンブルクシュトレーリッツという中立的な両方出身であること、またプロテスタント信仰を堅持していることが、英仏対立やカトリック諸国との摩擦を回避する上での外交的無色性を保障していた。特にプロイセンとは王妃出身地を通じた文化交流が見られ、宮廷内のドイツ語使用や教育の方法論にも影響を与えたとされる。一方、イギリス国内の世論は当初シャーロットに対して慎重な目を向けていた。ロンドン市民の間では外国生まれの王妃がどれだけ英国的価値観を理解し順応できるかが注視された。だが王妃が質素な生活を好み、慈善活動や個人への関心を示すようになると、次第に好意的な評価が広まり始める。18世紀中葉のイギリスでは道徳的王室への期待が高まりつつあり、浪費的放埓な王侯貴族への反発が強かったため、シャーロットの経験で家庭的な姿勢はその機運と一致していた。王室内ではシャーロットの立場は即位当初から慎重に守られていた。ジョージ3世の母オーガスタを追う大王は若き王妃の言動を監視しながら、王政の中枢に政治的安定をもたらす存在として彼女を評価していた。王妃と追う大王の関係は表面的には円滑だったが、宮廷内の記録には礼儀や宮廷秩序をめぐる緊張も時折記されており、シャーロットが新たな秩序に適応するには相応の努力が求められていたことがうかがえる。近年の歴史研究ではこの初期的王期における王妃の立ち位置が再評価されている。特にシャーロットが単なる従属的存在ではなく、君主権と民意の干渉材として機能していた可能性が指摘されるようになった。王妃が積極的に政治発言を行うことは避けられたが、彼女が示した文化的庇護や王室の道徳的統制は、国家の象徴としての王室の信頼性を高める役割を果たしていたと見る立場がある。この時期、シャーロットは次第に英語を学び、王宮生活に慣れ、ジョージ3世との間に最初の子を設けるなど、王妃としての基盤を固めていった。彼女は王妃という役割を制度、文化、政治の文脈の中で演じることを理解し始めていたのである。
だがその静かな順応の背後には、自らの発言権を抑制し続ける困難と異文化への適応における緊張が潜んでいた。その抑制は後年、王室の混乱期において逆に統制力ある母としての側面に転化することになる。第3章、多産の王妃と家庭政治の構築、王室を育む場に変えた統制と母性。1765年、シャーロットが初めての出産から4年を迎えた頃には、すでに複数の王子、王女を設け、宮廷内に確固たる母としての王妃像を築き始めていた。この年、ジョージ3世が一時的な精神錯乱を起こしたことが記録されており、それは王室における家庭の安定性と象徴的役割の重要性を浮き彫りにする契機ともなった。シャーロットはそのような時期にあって、単なる儀礼的存在にとどまらず、王室の秩序を守る内部的権威としての機能を果たすようになる。歴史的には、この期間に彼女は合計で15人の子を設け、そのうち13人が成人するという、極めて稀な多産の王妃として記録されている。彼女は出産と育児を政治的象徴に変換し、王政の継続性、家族の道徳性、国家の安定性を結びつける存在となった。とりわけ家庭内での教育、宗教的しつけ、音楽や語学といった教養の重視は、後の王子たちの教育方針にも影響を与えた。このような家庭中心の王妃像は、制度的には当時のイギリス王室が求めていた道徳的再建と一致していた。ジョージ1世2世時代の王室は、相性問題や浪費で世間からの信用を失いかけていたが、ジョージ3世とシャーロットの結婚はその修復を意図するものであった。王妃の家庭的統制と貧困法制さは、いわば王室の倫理回復を具現化するものとされていた。この時期、イギリスはアメリカ植民地との関係悪化に直面していた。植民地課税をめぐる混乱、ボストン茶会事件などの対立は王室の統治正当性を問う事態に発展しつつあり、シャーロットはその最中にあってもあくまで非政治的な立場を堅持しつつ、王政の象徴的安定を演出する役割を担っていた。彼女が政治に関与しなかったことは、逆に王室国家秩序の象徴としての機能を強化する結果となった。外交関係においては、王妃の存在は国際的にはあまり前面に出ることはなかったが、彼女の出自がドイツ系であったため、ハノーバー選帝公領との人的文化的交流は継続していた。教育法や音楽観にドイツ的要素が見られるのも、こうした背景に由来する。民衆の視点から見ると、この時期のシャーロット像はほぼ全面的に好意的なものであった。多くの子供を育てながら、贅沢を嫌い、宗教的信念を持って慈善活動を支援する王妃は、中産階級や田園地主層にとって理想的な女性像と重なっていた。特に、地方の孤児院や病院への寄付が報じられるたびに、王妃の敬虔さと母性は国民の母として称えられるに至る。関係者の証言としては、宮廷内の侍女や教育係の記録において、王妃は規律を重んじる一方で、感情の起伏を外に出さず、常に王の安寧を優先した人物と評されている。子育てにおいても彼女の関与は深く、家庭教師の選定やカリキュラムの構成にも自ら意見を述べていたとされる。現代の研究では、こうした家庭的王妃像が果たした歴史的役割が再評価されている。近年のジェンダー史や王権研究においては、王妃の母性や家庭内統制が単なる私的領域ではなく、むしろ政治的中立を演出する戦略的領域として機能していたことが強調されている。王妃は沈黙の裏側で、王権の象徴的正当性を維持する不可欠な存在だったという見解が支持を集めつつある。この時代、シャーロットは王室の空気そのものであり、王の不安定さや政治の混乱を包み込むように、文化的、制度的、感情的な安定を提供していた。だが、それは同時に彼女にとって常に自我を抑制し、国家と家庭の象徴として振る舞うことを求められる生き方でもあった。第4章、王政の危機とジョージ3世の精神錯乱、沈黙する王妃の政治的意味。1780年代は、シャーロットにとって王妃としての役割が試される厳しい時期となった。ジョージ3世の精神的不安定が再発し、王室の統治能力そのものが問われる中で、彼女は制度と感情の狭間で沈黙と統制を武器に王政を支え続けた。
1788年11月、国王は再び深刻な精神錯乱に陥り、公的儀式や執務が不可能となる。これは王政下の国家にとって単なる私的危機ではなく、統治構造を揺るがす重大事であった。当時の制度上、摂政を立てるためには議会の承認が不可欠であった。摂政問題はホイッグとトーリーの政争の火種となり、チャールズ・ジェームズ・フォックスらは皇太子ジョージ、後のジョージ4世を即時摂政にすべきと主張した。一方、ピット首相は摂政権の制限を支持し、王権と議会権限の境界をめぐって激しい論争が繰り広げられた。この時、王妃シャーロットは政治的発言を控えつつも、国王の回復を信じ、宮廷内ではあくまで国王の側として振る舞い続けた。王妃はこの局面で、極めて制限されたながらも事実上の王室運営責任者として機能する。彼女は国王の病状を把握し、医師団との面会を重ね、宮廷の秩序維持を指示した。だが、法体系から見れば、王妃には公的権限はなく、摂政制度は国王の配偶者に自動的に移行する仕組みではなかった。制度的空白の中で、王妃は実質的には関与しているが、制度的には無権限という二重構造の中に置かれる。このような構図は、イギリスにおける立憲君主制の限界と柔軟性の両面を示していた。王の不在が制度的には政治空白を生み出しながらも、象徴的には王妃の存在が王政の継続を印象づけた点において、彼女は非制度的ながらも国家秩序の一部を担ったのである。外交的な緊張も高まっていた。フランス革命の影響が徐々に広がり、英国でも改革要求や自由主義的言説が市民層に浸透し始めていた。シャーロットは表立った反応を示さなかったが、宮廷の装飾や儀礼を保守的に維持し、王政の象徴的安定を演出し続けたことは、民衆の間に安心感を与える効果をもたらしたとされる。民衆感情としては、国王の病状に対して同情と不安が混在していた。だが、王妃が落ち着いた態度で王宮の秩序を保っていることは報道を通じて伝えられ、静かなる守護者としての王妃像が市民の尊敬を集めた。とりわけ女性層においては、苦難の中で夫に忠実であり続けるシャーロット像が称賛の対象となった。関係者の記録には、皇太子ジョージとの間に微妙な緊張関係があったことも示されている。王妃は王の側近たちと連携を取りながら、皇太子の政治的野心を牽制しようとした節があり、これは後年、母子関係の悪化へとつながっていく。宮廷内の証言では、シャーロットは皇太子を感情的で自己中心的とみなしていたという記述も残る。この時期のシャーロットの姿勢について、現代研究では沈黙による政治的介入として注目が集まっている。彼女が政治的発言を一切行わず、形式的中立を装いながらも、実際には王政維持のために、裏で秩序と人事に関与していたという見解が提示されている。王妃の沈黙は、制度的無力ではなく、むしろ高度な戦略的選択だったという評価が浸透しつつある。1789年、国王の病状は一時的に回復を見せ、摂政法案は成立を見ずに棚上げとなる。この奇跡的な回復劇は、王政支持派にとっての勝利であり、王妃シャーロットの静かな忍耐と統制力もその一因とみなされた。彼女は、この混乱の時代において、発言しないことによって王権を守るという稀有な政治行動をとった王妃だったのである。第5章、革命と戦争の中の王室、動乱の時代に象徴性をどう維持したのか。1790年代のイギリスは、フランス革命とナポレオン戦争の影響を受け、外部からの体制的圧力と内部の社会不安という二重の危機にさらされていた。この時代、シャーロット王妃は依然として政治に直接関与することはなかったものの、王政の象徴としての存在意義を、王室儀礼、宮廷秩序、慈善事業という文化的手段によって維持し続けた。彼女は国家の安定と秩序を視覚化する生きた象徴として機能していたのである。フランス革命以後、英国ではジャコバン派的思想の流入を警戒する機運が高まり、1793年にはフランスとの全面戦争が勃発する。政府は急進派の抑圧とともに王政の正当性を再強調しようとした。その文脈において、
シャーロット王妃の清廉な王妃像は国王の精神的安定が不確実であったことも相まって国家の道徳的革新として重要な役割を担っていた。制度的に見るとこの時期王政は新たな正当性の根拠を必要としていた。国王の精神疾患が再発するたびに摂政設置の議論が持ち上がったが、制度上は王妃に摂政権が与えられていなかったため、彼女の立場はあくまで補助的存在にとどまった。それでも王妃は儀礼的な宮廷行事の執行、王族指定の教育監督、そして王政支持を示す慈善活動などを通じて、その制度的限界を文化的道徳的な実践によって補完した。外交的には王妃シャーロットは依然としてドイツの家系との文化的交流を続けていたが、フランスとの断絶、オーストリアやプロイセンとの対仏同盟構築の背景にあって、彼女の存在は間接的ながらドイツ語圏との親美的結びつきを象徴するものとして、王室の大陸的信頼性を支える一因ともなっていた。民衆感情の面では、王政に対する支持と批判が錯綜していた。都市部では貧困と徴税の増加が不満を招き、一部では共和主義的言説も広がりつつあったが、一方で、シャーロット王妃の慈善活動や質素な生活は正しい君主像として一定の支持を得続けていた。とりわけ農村部や宗教色の濃い中間層において、彼女は敬虔な王妃、母、保護者として高く評価されていた。関係者の証言には、シャーロットが王の病状の再発時にも冷静さを失わず、宮廷秩序を維持するための儀礼、一生、接見を徹底していた様子が記されている。王室関係者の間では王妃の統制がなければ、宮廷は分裂していたとする回顧も存在する。皇太子との関係には依然として緊張があったが、王妃の側近らは彼女の道徳的権威を盾に、王政支持層を一定程度まとめる役割を果たした。現代の研究では、この時期のシャーロットの行動が文化的政治としての王妃像を象徴していると評価されている。制度的には無権限でありながら、儀礼、言動、服装、接見という象徴的実践によって、王政に安定と倫理性を付与したという点において、王妃は一種の非公式な君主的機能を担っていたとする見解がある。1801年、長年にわたるピット内閣が退陣し、アイルランド併合によるグレートブリテン及びアイルランド連合王国の成立が実現する。この大変革の中でも、王妃シャーロットは変わらぬ沈黙と秩序を守り続け、変動する国家における不動の存在として、王室の権威を支えた。彼女は単なる王妃ではなく、道徳的統治の最後の拠点として歴史に刻まれていくのである。第6章、晩年の孤立と王政の変容、王妃は過去の体現者となったのか。1801年、アイルランドとの合併によってグレートブリテン及びアイルランド連合王国が成立し、イギリス国家は制度的にも象徴的にも新たな段階に入った。この変化は、シャーロット王妃にとって、王室内外の役割と環境が一変する時期の始まりでもあった。国王ジョージ3世の健康は年々悪化し、王妃の影響力も表面上は徐々に後退していく。一方で、王妃の存在は、変容する王政における前時代的秩序の記憶として機能し続けた。歴史的には、1801年の合併と同年のピットの辞任は、王政における宗教寛容政策や王室の政治的関与をめぐる方向転換を示すものであった。ピットはカトリック解放問題に関連して国王と対立し、辞任に追い込まれる。この時、王妃シャーロットは公式には沈黙を保ったが、宮廷内では依然として国王の道徳的意志を守る存在として、伝統的価値観の側に位置づけられていた。制度的に見ると、この時期、ジョージ3世の精神状態は悪化の一途をたどり、行政の中枢から完全に離れつつあった。だが、摂政制度は依然として正式には発動されておらず、王妃が形式上は国王の配偶者としての地位を保ち続けるという奇妙な状態が続いた。彼女はこの曖昧な制度状況の中で、実質的には王政の儀礼的継承者として振る舞い、王室秩序を守るために自身の行動を極限まで慎重に制御していた。外交的に見ると、ナポレオン戦争が激化する中、シャーロットの宮廷は保守的儀礼主義を強化し、
王室の非革命性を象徴する場として機能した。彼女が主催する音楽会や礼拝は、国外からの来訪者にとってイギリス王政の性的な威厳を実感させる機会であり、シャーロットの存在自体が国家的理念の体現とみなされた。外交官の日記には彼女の沈黙がいかにこの国の制度の力強さを象徴していたかに言及する記述も見られる。一方、国内世論は二分されつつあった。戦争による経済的疲弊と政治的不満が増す中、王政の無力感が市民層に広がる一方で、シャーロットのような道徳的で非政治的な王妃の姿が政治への倦怠と不信の裏返しとして一定の支持を維持した。特に保守層では王妃の沈黙こそ国家の品位という評価が根強かった。だが王室内部では孤立が深まっていた。皇太子ジョージとの確執は決定的となり、王妃は息子たちの放埓な生活態度に対し強い失望を抱くようになる。王妃は王子たちに対する統制を完全には維持できなくなり、彼女の道徳的権威は次第に限界に達していた。家庭内の崩壊が王室制度の象徴としての王妃像に亀裂をもたらし始めたのである。関係者の証言には、1804年以降、王妃が王との面会すら制限されるようになり、孤独の中で静かに生活していた様子が記されている。かつて宮廷の中心であった彼女の生活は、次第に絵画、読書、宗教的儀式に限定され、国家を支える沈黙の母から過去の体現者へと変貌していった。現代の研究では、この時期のシャーロットを制度の精神的守護者とする見解が注目されている。彼女は制度的には無力化されていながらも、王室秩序や王政の理念的正当性を象徴する最後の存在として、象徴的機能を全うし続けた。彼女の沈黙と退却は、ある意味で王政の持続可能性を制度外の領域で保障する行為でもあったと評価される。1810年、ジョージ3世の精神状態は完全に崩壊し、ようやく正式に摂政法が発動され、皇太子ジョージが摂政王となる。ここに至って、シャーロット王妃の公的役割は完全に終わりを迎える。だがその静かなる退場は、王政における人格と制度の接点として、深い歴史的意味を後世に残すこととなった。第7章、死と記憶、王妃という制度の終焉。シャーロット王妃はなぜ記憶されたのか。1810年、ジョージ3世が完全に統治能力を喪失し、皇太子が正式に摂政王となったことで、シャーロット王妃の公的役割は事実上終焉を迎える。すでに宮廷の前線からは退いていた彼女にとって、これは制度的にも文化的にも過去の象徴となることを意味していた。だが、そうした状況にあっても彼女は、王政の道徳的正当性とその記憶を体現し続け、1818年11月17日、ケンジントン宮殿で74歳の生涯を閉じるその日まで、王妃という制度的役割を静かに守り通した。この晩年、シャーロットはほとんど公の場に姿を現さず、息子たちの私生活の乱れや王室内の人間関係から距離を置いていた。特に皇太子との関係は冷え切っており、彼女は自らの書簡でも王室の中に理解者は少ないと漏らしている。王の健康が完全に崩れ、面会も制限されたことで、王妃と国王の間の私的絆も形式的なものに変わっていった。歴史的に見ると、この時期のシャーロットはすでに制度の中に位置づけられた存在ではなく、王権の記憶を体現する存在へと移行していた。彼女の死は単なる個人の終焉ではなく、ジョージ3世時代の王室道徳、家庭的王権、そして非政治的象徴王妃の一つの終着点として広く認識された。王妃の死に際しては、王政支持層を中心に国家を育てた母、君主制の鏡としてその功績が称えられた。制度面では、1810年以降の摂政体制において王妃の位置づけは曖昧となり、彼女の存在は制度的にはほぼ無化されたに等しかった。それでも彼女の葬儀は国葬に準ずる形式で執り行われ、公的な追悼行事が各地で開かれたことからも、その象徴的意味の大きさが理解される。王妃という地位が制度的役割を超えて王政の道徳的保障として機能していたことを物語っている。外交的には、シャーロットの死はドイツ職人の王侯からも弔意を受け、
その文化的人的ネットワークが晩年まで継続していたことが確認できる。メクレンブルクシュトレーリッツでは記念礼拝が行われ、王妃の出自が王政の国際的正当性にも関与していたことが再確認された。民衆感情としては、彼女の死は静かなる美徳の喪失として受け止められた。とりわけ中産階級や地方農村部では、贅沢を拒み、事前に生きた王妃という物語が浸透しており、その死はノスタルジーと道徳的解雇の対象となった。新聞やパンフレットには、彼女の肖像や生涯を解雇する記事が相次ぎ、王政に対する情緒的支持を再確認する契機ともなった。関係者の証言には、晩年の王妃が音楽と読書に没頭し、最後まで生活の質素を崩さなかったことが記されている。また、身の回りの侍女たちには感謝の言葉を欠かさず、王妃としての威厳と人間的謙虚さを保っていた姿勢が後年まで語り継がれた。近年の研究では、シャーロットの死が制度的変化の象徴だったとする解釈が重視されている。王妃の死によって、18世紀的な家庭道徳王政、文化保護者としての王妃像、そして王政における象徴的母性の時代が終焉を迎えたという視点である。以降、王妃の役割はより公的な活動へと変容し、政治的社会的発言の場に進出していくこととなる。シャーロット王妃の人生は、象徴的沈黙、制度的忠誠、そして文化的統制によって構成されていた。その死によって、王妃という存在が制度の器としてではなく、制度の記憶として認識されるようになったことが、後世に与えた影響の大きさを示している。今回の動画は以上となります。シャーロット王妃は、制度的には発言権を持たず、政治的には沈黙を貫いた存在でした。しかしその沈黙こそが、激動の時代における王権の道徳的正当性と制度の安定性を支え続けた重要な要素だったことは、歴史的に見逃すべきではありません。彼女が築いた文化的家庭的王妃という像は、19世紀以降の王妃像の規範となり、制度の外側で制度を守るという矛盾的役割を果たし続けました。そして今日、彼女の生涯は新たな注目を集めています。ネットフリックスのドラマブリジャートン家では、シャーロット王妃が架空の多民族王政という世界観の中心人物として描かれ、現代の視点から王室と人種、階級、ジェンダーといったテーマが再構築されています。史実とは異なるフィクションであるにもかかわらず、この描写はむしろ王妃という制度的存在は、時代ごとの社会的理想や葛藤を映す鏡であるという本質を鋭くついています。王妃シャーロットという人物は、18世紀の制度の中に埋もれた一存在ではなく、現代においてなお、王妃とは何か、王室とは誰のものかという根源的な問いを提示する存在となっています。制度が語られ、変容し、再解釈されるたびに、彼女の沈黙と品位は新たな意味を持って立ち現れてくるのです。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。